今日はトウモロコシのさつま揚げを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はトウモロコシのさつま揚げを作りたいと思います。はい、ということで今回ははんぺんを使って簡単なさつま揚げを作って、そしてそこにトウモロコシも加えて甘みたっぷりな美味しいさつま揚げを作っていきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。トウモロコシ、はんぺん、木綿豆腐、玉ねぎ、片栗粉、塩、砂糖、鶏ガラスープの素、おろし生姜、そして揚げる時に揚げ油を使用していきます。まずトウモロコシなんですが、今回は生のトウモロコシを使っていきます。そしてはんぺん1枚使っていくんですが、今回使うのは約 100g になります。そしてお豆腐ですね。お豆腐は木綿豆腐を使用していきます。絹豆腐だとちょっと水っぽいので、木綿豆腐を使っていただくとより弾力があって美味しい仕上がりになります。それでは早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まず一番初めに木綿豆腐の水切りを軽くしておきます。バットにキッチンペーパーを敷いて、そしてお豆腐をのせます。キッチンペーパーで豆腐をくるみましょう。裏返して、そしてまたね、2枚ぐらいでね、包んでいただくといいかなと思います。こんな感じにしたら、あとは上にね、軽く重しになるもの、何でも大丈夫です。こういった器などを置いてください。こちらはですね、軽く水切りするだけで大丈夫なので、このまま使うまでだいたい5分から10分ほど置いておきます。それでは続いてトウモロコシです。トウモロコシはまずね、皮を剥いてください。全部剥いちゃって大丈夫です。はい、このようにヒゲの部分も綺麗に取ってください。それではね、身の部分をそぎ取っていきます。そぎ取り方はやりやすい方法でやるようにしてください。手を怪我しないようにだけね、十分に注意していただけたらと思います。では、そぎ取っていきます。はい、このようにそぎ取ってください。それでは全面も同じようにそぎ取っていきます。はい、こんな感じでそぎ取りました。そしたらですね、こちらのトウモロコシはボウルに入れます。ちょっとね、パラつかせながら入れましょう。そうしましたら、このトウモロコシに片栗粉の大さじ1杯分だけですね、これを入れます。そして全体に絡めます。はい、トウモロコシの準備はこれで OK です。続いて玉ねぎをみじん切りにしていきます。これはやりやすい方法でみじん切りにしてください。はい、玉ねぎのみじん切りはこれで OK です。このようにね、玉ねぎをみじん切りにしたら、こちらをボウルに入れます。はい、そして玉ねぎをボウルに入れたら、ふわっとラップをして、このまま電子レンジ 600W で40秒加熱します。はい、40秒加熱しました。そしたらラップを外します。やけどしないように注意してください。少しね、今熱々の状態なので、玉ねぎを広げます。こちらをだいたい触れるくらいになるまで粗熱を取ってください。このようにね、玉ねぎにあらかじめ熱を入れてると、玉ねぎの辛みを抜くことができます。ではこのまま一旦粗熱を取ります。それではね、さつま揚げの部分を作っていきます。まずここにね、先ほど水を切った木綿豆腐をちぎって入れます。そしてはんぺんもちぎって入れましょう。そしてね、手をきちんと洗っていただいて、しっかりね、滑らかになるまで揉み込んでいきます。直接ね、手でやるのが嫌な時は、ポリ袋に入れてね、揉み込んでいただくといいかなと思います。はい、このぐらいですね。滑らかになるまでしっかりとこねてください。あとね、こういった時にフードプロセッサーとか、あとはハンドブレンダーなどを使っていただいてもいいかなと思います。ここにですね、冷ましておいた玉ねぎ、そして片栗粉、あとはお砂糖、鶏ガラスープの素、そして塩。あとはここにおろし生姜を入れます。これをまたこねましょう。はい、OK です。このようにまとめてください。この時にね、触った時に指につかないぐらいですね。これお豆腐の水分量とかでちょっと緩くなってしまった時は、少しね、片栗粉を加えてみてください。そしたらね、形作っていきます。まずね、手に軽くサラダ油を塗ってください。そして取ります。形を整えていきます。こんな感じ。ちょっとね、細長い感じにしました。こちらはまん丸にしていただいても OK です。食べやすい大きさにね、丸めてください。そしたらこちら、トウモロコシをね、周りにつけていきます。
そしてまた形作ります。はい、こんな感じです。このようにたっぷりトウモロコシをつけてください。それではね、残りも同じように形作っていきます。はい、OK です。このように丸めました。今回はね、全部で7個分になりましたが、こちらは大きさによって変わってくるので、目安にしていただけたらと思います。それでは今からこちらを油で揚げていきます。それでは油を用意してください。だいたいね、フライパンの底から1センチから2センチほどの油を注ぎ入れてください。そして火にかけます。今回はね、170度くらいの温度で揚げていくので、それまで油を温めます。はい、それでは適温になったので揚げていきます。目安としては、菜箸を入れた時に菜箸の先からプクプクプクっと細かい泡が出るぐらいですね。そのぐらいになれば OK です。そしたらこちらをやけどしないように入れていきます。あとね、油跳ねには十分に注意してください。はい、そしたらこちらをね、いい揚げ色になるまで揚げていきます。最初のうちはね、あんまり触らないように揚げてください。だいたいね、30秒から1分ぐらいしたら少しずつ優しく転がして揚げていきます。はい、でだいたいね、3分ぐらい揚げて、このようにね、いい揚げ色がついたものから取り出していきます。こんな感じです。はい、このように美味しそうに揚がりました。それでは残りもね、同じように揚げていきます。はい、全部揚げ終わりました。美味しそうに仕上がってます。それではこのまま3分ほど油を切ります。はい、これでトウモロコシのさつま揚げの完成です。こんな感じに仕上がりました。表面はこのようにサクサクで、中はふわふわに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では、いただきます。美味しい。トウモロコシの甘みが強いですね。そして中身がすっごくふわふわです。美味しい。そしてね、このトウモロコシの食感がすごくアクセントになってます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のトウモロコシのさつま揚げのポイントです。まずトウモロコシなんですけれども、生のトウモロコシの実の部分だけを切り落とすんですが、この時手を怪我しないようにだけ十分に注意してください。今回私はね、縦に置いてこうやって切ったんですけれども、もしやりにくい時はトウモロコシを斜めにして少し安定させて斜めに切っていただくといいかなと思います。切ったトウモロコシには片栗粉をまぶしておいてください。そしてその後ですね、はんぺんと木綿豆腐をね、しっかりこねるんですけれども、木綿豆腐はある程度水切りをしておいてください。お豆腐に関しましては、絹豆腐だとね、ちょっと水分量が多いので、木綿豆腐を使って作っていただけたらと思います。はんぺんと豆腐がしっかりと潰れたら、その後具材とあとは調味料を入れて混ぜ合わせてください。この時にお豆腐の水分量でもし生地が緩いなと思った時は、少しね、片栗粉を加えてみてください。どうしてもね、緩いなっていう時は、丸める時に手にね、サラダ油を塗っていただくと生地がくっつきにくくなります。あとはですね、食べやすい大きさに丸めてください。今回私はこんな感じのね、大きさにしたんですけれども、お弁当サイズにね、まん丸に作っていただいてもいいかなと思います。そして丸めた後はトウモロコシを周りにくっつけてください。このくっつける時はですね、できるだけしっかりめにくっつけるようにしてください。そうすると揚げた時にトウモロコシが取れにくくなります。あとはもう油で揚げるだけなのでとても簡単です。ただ揚げてる時にたまにトウモロコシがパチンと弾いてくる時もありますので、油跳ねだけには十分に注意して揚げるようにしてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はトウモロコシのさつま揚げを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。